こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はトゥーントラクションのドラム音源 Easy Drummer 3をご提供いただきましたので、動画でレビューしてみたいと思います。トゥーントラックといえば普段僕もスーペリアドラマー3を愛用しておりますし、それ以前から数えると約20年くらい使っておりますので、非常に楽しみにしておりました。それでは早速レビューしてみましょう。はい、それでは Easy Drummer 3を DAW に立ち上げてみました。で、大まかに機能を説明すると、メインとなるドラム音源の部分と、その他にフレーズ集がたくさん収録されています。そしてそれらのフレーズを簡単にエディットできる画面だったり、それぞれのパーツの簡易的なミックスを行えるミキサー画面、そして他の楽器と連携したバンドメイト画面となっております。で、いわゆるフレーズは提案してくれる機能だったりとか、あらかじめ作られたフレーズを鳴らしたりという機能は自分自身はあまり使わないので、今回はサウンドにフォーカスして解説していきたいと思います。では早速マウスで軽くクリックして鳴らしてみます。はい、明瞭感のあるパキッとしたサウンドですね。そして、ドラムキットですが、このデフォルトの Easy Drummer 3には3つ種類があります。今鳴らしていたのがメインルーム、そしてもう一つはブライトルームとなっております。こちらの方が部屋が広くより反響するような部屋という感じでしょうか。はい。そしてもう一つはタイトルーム。こちらは少し特殊で、このようにスネアやタムにタオルでミュートしてあったりとかするので、このような非常にデッドな音になっております。例えばヒップホップ系のサウンドだったりとか、古いローファイ系のサウンドとかは、このキットは得意なんじゃないかなと思います。ではメインルームに戻りまして、このメインルームの中でも、スネアはこのようにたくさんの種類が収録されています。何個かチョイスして鳴らしてみましょう。ピッチ低めのローがしっかり出ているようなスネアですね。こちらは非常にタイトなタイプのスネアですね。レゾナンス成分が多めで、リリース長めのスネアですね。そしてシンバルは、ハイハットは2種類。クラッシュは、ところにより2種類。で、1種類のところもありという感じですね。はい、このあたりはお好みで変更することが可能です。そして、じゃあ、ブライトルームの方は、こちらもスネア非常にたくさんありますね。では何個か鳴らしてみます。はい、かなりタイトでアタックのあるサウンドですね。はい、ちょっとピッチ低めでしょうか。はい、名機といわれるブラックビューティーというスネアも収録されていますね。このようにちょっと特殊なスネアも収録されています。深さがちょっと深めのスネアですね。これはローチュードとありますので、同じスネアでさらにチューニングが低いサウンドでしょうか。はい、続きましてバスドラも結構たくさんありますね。22インチ。そしてよりアタックが強調されている24インチとかですね。はい、このような感じでいろんな種類が収録されています。で、こちらもシンバルは1種類かもしくは2種類。タムは3種類、2種類という感じですね。はい。というわけで、メインとなるこの2つのルームを中心に自分の楽曲のドラムミディで鳴らしてみたいと思います。楽曲はブラックアルバム4というアルバムに収録されています。暫鉄剣という曲です。ではまずデフォルト状態のメインルームで鳴らしてみましょう。はい、という感じで意外とデッドな鳴りをしてますね。この辺はミキサーでルームのフェーダーを上げていけばちょっと部屋鳴り感が
足せるのかなと思ったんですが、ちょっと拡大してみましょう。ちなみにここのビューのメニューからスケールでこのように拡大することができますので、文字が小さすぎるときとかはこれで押すると見やすくていいですね。これですね、アンビエンス。これちょっとソロで聞いてみましょう。今ソロで聞いた感じ、そんなに遠くにマイクを立てているとか広い部屋で叩いているって感じではないので、あんまりリバーブっぽくはならないかもしれないですけど、ちょっと上げてみましょう。それでドラム全体聞いてみましょう。はい、という感じで、ちょっとリバーブっぽい部屋なりというところまではいかないのかなという感じ。ちょっと狭めのタイトな感じの部屋なりという印象です。それでは、ブライトルームの方も聞いてみましょうか。ではまずデフォルト状態でドラムのミディを再生します。はい、という感じで、こちらの方が、この楽曲にはあった感じのメタルっぽいサウンドなのかなと思いました。こちらもそんなに部屋鳴りが強くは感じないですが、アンビエンスだけで聞いてみます。はい、という感じで、こちらの方がより広い部屋という感じがありましたね。ちょっとアンビエンス上げ目でドラム全体聞いてみましょう。はい、という感じで、ドラムがペタッとしちゃって、立体感が出せないという時は、アンビエンスのトラックとかをちょっと上げ目にしてあげると、普段我々が耳でライブとかリハーサルスタジオとかで聞くようなドラムサウンドに近づけることができるんじゃないかなと思います。で、プリセットについてちょっと見ていきたいと思います。プリセットはこちらから選択できます。種類としては2つほどカテゴリーがあって、こちらのマイケルさんのプリセットはこのような感じになっています。これがブライトルームのプリセットですね。で、トゥーントラック社が用意した、プリセットがこのようになっています。そしてメインルームの方も、大体同じぐらいプリセットが用意されています。で、肝心なポイントとしては、このプリセットを全部外した状態、このオリジナルミックスですかね。これにすると何もエフェクトがかかってない状態で出るのかなと思います。ちょっと聞いてみます。はい、という感じで、おそらくこれがエフェクトがない状態で鳴らしているのかなと思いますが、このように全部オフにしても、ある程度音が作られているので、初心者の方にとっても非常に使いやすいと思いますし、上級者の方にとっても時短になるんじゃないかなと思います。で、ここが作り込まれすぎていると、ちょっとそれとは違う音にしたいんだよなっていう時に、どうにもいかなかったりするのですが、このあたりがトゥーントラックの特にイージードラマーのラインナップは非常にいい塩梅であらかじめ味付けがしてあるなと思いました。で、プリセットを選んでいくと何かしらのエフェクトはかけられていくのですが、何がかかっているのかはわからないようになっています。ただここのつまみがいくつか操作できるので、リバーブを伸ばしたりとか、テープっぽいドライブを足したりだとかっていうのが操作できるようになっています。そしてこの値はプリセットによって変わるので、こちらのプリセットではこういうクランチブリード。ブリードっていうのはかぶりのことなので、おそらく歪んだ成分を足したり、下げたりというコントロールができるようになっているっぽいですね。
個人的に気になる、こういったデフォルトキットの中のプリセットで、いわゆるメタルみたいなバキバキの音が出るのかどうかというところを見ていきたいと思います。パッと見は、プリセット、メタルに特化したものはあまり多くなさそうですが、こちらにハード&ヘビー、ファンダメンタルメタル。ここら辺ちょっと見ていきましょうか。プログメタルとかもありますね。では、ファンダメンタルメタル、ブライトルームのキットで聞いてみたいと思います。はい、このプリセット非常にいいですね。この楽曲にかなり合っているような気がします。他もじゃあ、プログメタルとか見ていきましょうか。一昔前のバキバキサウンドが先ほどのプリセットだとしたら、こちらはもう少し現代寄りのエージェントとかで聞くような生のドラムの音を活かしたような音作りになっている気がします。GGD というメーカーから出ているモダン&マッシブというパックにちょっと似たような印象を受けましたね。ではもう一つ、メタルという名前がついたミレニアムメタル。こちらの方がよりステレオタイプのメタルの音がしますね。メタリカのブラックアルバムだったりとか、あとは、パンテラとかそういう時代のドラムの音がしてます。これもじゃあオケと一緒に聴いてみましょうか。はい。というわけで、この楽曲にかなりマッチしたプリセットなんじゃないですかね。このままでも使えちゃうぐらいですね。せっかくなので、メタリックアタック。これも聞いてみましょうか。はい。こちらはより余韻が長い感じのドラムの音ですね。もう少しスローテンポの曲とかで使うといい感じになるかもしれない。で、最後にちょっと気になるヘビーロック、ストレートの名前ですが、こちらもドラムだけで聞いてみましょう。はい、ドライブが効いた荒々しいサウンドですね。はい。では最後に裏技というか少しご紹介したいのが、Easy Drummer 3はよりビギナーの方向けに作られたドラム音源ですが、上位版の Superior Drummer 3という音源がありまして、そちらで Easy Drummer の音源を読み込むこともできます。このように Easy Drummer 3のデフォルトの音源もありますし、Easy Drummer 向けの拡張音源なども Superior Drummer 3で読み込むことができます。で、Superior Drummer 3で読み込むと、このようにイージードラマーでは見れなかったどこにエフェクターが入っているのか、そしてどうやってバスでまとめられているのかというのを見ることができます。ただ、ここはエフェクトがマルチ FX というのが入っているだけで、細かい値とかどういったコンプ、EQ とかが入っているかというのは見れない状態になっています。イージードラマー2の時の音源をスーペリアドラマーで開いた時と同じですね。ですので、例えばこのプリセットのスネアの音は気に入っているけど、キックの音はちょっと自分用にカスタマイズしたいという人は、このようにエフェクトをオフにして自分の EQ、コンプとかをやっていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、プリセットは全く同じプリセットをロードすることができます。で、自分自身もスーペリアドラマー3をメインで使っているのですが、時と場合によって、あえてイージードラマーの音源を使うこともありますので、ドラムサウンドをもっと追求していきたいなという方は、ぜひともスーペリアドラマー3導入してみていただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。スーペリアドラマー3と比べると機能は制限されているところがあったりとか、表現力でも少し少ないところはありますが、サウンド自体は非常に良いなと思いました。それではこの動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンなどをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。